着ですね。オッケーです。はい、練習 YSA に来てます。キッドさんが建てたジムですね。超ゆっくり回すのが難しい。5秒かける。苦手だから弟の中村剛です。剛です。似てるっていう人が 20% ぐらい。2、3割ぐらいかな。はい。Welcome to リンヤチャンネル、リンヤマンチャンネルです。今日は YSA にトレーニングに行きます。いつも火曜日は11時から1時までプロ練やるんですけど、その後1時半から休憩少しだけ取って栄養取ってパーソナルのトレーニングが2時間入るんで、そっちの方に密着していただければと思います。結構打撃の細かいところの体の使い方とか、タックルに入るためにどうすればいいか、どういう考えで動いてるのかっていうのをやりつつフィジカルを底上げしていくっていうパーソナルなんで、ちょっと専門的にはなるかもしれないんですけど、面白い内容になると思います。てかなることを祈ります。よろしくお願いします。今日やったパーソナルの中で3つの大体パートに分けて話そうと思うんですけど、1つ目はジャンプの測定の理由とかそういうところと、ムーブメントっていって打撃を当てるため、タックル入るためにどういう風に動くのかっていうのをやってるパート、あとは最後筋トレのパートがあります。3つぐらいに分けてちょっと説明していこうかなと思います。これ最初やってるのは腰に加速度センサーって言って、どれぐらいの高さを飛んだのかっていうのが分かる装置をつけて、10回ポーゴジャンプって膝を曲げ伸ばししないでつま先もかかずにパンパンパンと、もう剣のバネ感でどれぐらいの高さが出るのかっていうのを測ってます。結構月2ぐらいで測るのかな。はい。バネ感っていうのはステップを踏む上ですごい大事だし、基本ですよね。ジャンプするって人間の、それでどれぐらいの高さが出るのかっていうのを測ってます。やっぱ疲れてくるとすげえ気合入った練習しててもやっぱバネ感って落ちてくるし、その辺を見てこの武さんは数値落ちてきてるからちょっと疲労があるな、ちょっと練習のボリュームをこういう風にしてくださいとか、そこだけじゃないですよ。そことあとは心拍数の落ちとかもいろいろ測る要素はあるんですけど、とりあえずまず筋肉の疲労とかなんですかね、腱とかの疲労を見るにはやっぱポーゴはすごいいいのかなって思います。ポーゴっていう、ポーゴジャンプっていうんですよね。はい。ジャンプの高さも測るし、スピードも測る。出てるスピードも測ると思います。高さは見てない。高さと、あとは設置時間。設置時間が要はって溜めてジャンプするのと、溜めなしでポンってジャンプするのだと、それ溜めた方が伸びるよねっていう話じゃないですか。その溜めない中のバネがどれぐらい出るのかっていう、溜めない中で設置時間短くだから床と足がついてる時間なるべく短くするジャンプなんですよ、ポーゴジャンプで。真上に垂直に飛ぶっていう、シンプルにスピードを測ってるんですよね。一発の蹴りでどれぐらい行きたい方向に早く到達できるかっていうのを全身でやってるんで、全身のパワーと、あとはスピード感、どこの辺まで出せるのか、人と比べてバネがあるのかないのかとか、逆についてきたなとか、いろんな測る上でいい目安になってますね。だいたい 3.0 ぐらいなんですけど、今日とか 2.94 とかかな、2.8 とか 2.7 とかになる時もあって、それはちょっと疲れてきたなとか、逆に練習としてスプリント系が足りてないなとか、やってるつもりでも飛べてないなとかあるんで、もらった力を楽に上に発揮できるかっていうのがポーゴジャンプ。で試合前になってくると上がってきたねとか、で追い込みで疲れてきたらやっぱ下がってきたねとか、いろいろあったりするんですけど、っていう感じが一つ目、ポーゴジャンプ。次、ムーブメントって僕らは言ってて、 MMA ってやっぱ相手と相手の間に距離があるじゃないですか。僕とかはレスリングなんで、触った要は距離が0になると得意なフィールドに入るんですけど、100距離がある中でここ0にしていくまでにどうやって触るかって、真正面に突っ込んでったらそれ相手が用意した膝とかパンチとかありますからもらっちゃいますよね。なんで角度を変えて右左上下後ろも使いながら相手を引きつけたりも時にはしつつ距離をゼロにしましょう。
または自分の好きな角度でパンチを当てたりしましょうっていうのをやってます。だから対人でどういう大体リアクションが来るとか、まず右に動いたら同じように右にステップしてくる相手なのか、右に動いたら逆に左に入ってきてこう正面取ってくる相手なのかとか、その相手ごとで研究しながらやるっていうのもありますけど、大体パターン化されてくんで、そのパターンある程度こう UFC のトップの試合とかでどういう動きが使われてんのか、そこにどういうエラーがあったとかを武さん見て、全選手誰々のタイトルマッチでこういう動きでこういう失敗パターンがあったとか、こういう動きで A の選手は B の選手にこういう対策の立て方をしてそれがバッチリハマった、その時のちょっとステップをやってみようとかもありますし、今日やったのは基本が中心です。ただ歩いてるだけじゃんみたいに見えるところもあるかもしれないですけど、そこにはどういう風に股関節にこう体重を乗せていくかとか、その時の重心と頭の位置はどこかとか、いろいろ考えながら歩いてるんです。距離をゼロにするっていう考え方がちょっと分かってないんですけど、はい、密着した状態です。僕が例えて言ってるのは寝技状態です。で最初始まってカーンっつってケージの端と端から来て、ここが100の距離だとするじゃないですか、はい、大体の、格闘技なんで相手を触らないといけないじゃないですか、で触る位置までどうこの空間を使っていくっていう話です。今日その床の中でやってたの。これもただ自分のアクションスポーツだったらこう動きたいこう動きたいこう動くでいいんですけど、相手がいて対人なんでこう動きたい、でも相手はこう来るよね、じゃあこう動くと見せかけて相手をこう来させてこっちに移動しようとか、駆け引きっすよ。だからそのためにまずもう人間の基本の基本で歩くのが上手にできないと、その先のステップの話してもしょうがないよねっていうのがあるんで、やっぱレスラーとかはずっとこんな姿勢で動いてますから、歩くのもやっぱ普通じゃないぐらいになっちゃってるんですよ。ちゃんと股関節入れ込んで歩いてって言われたら入れ込んで歩けるようにしないといけないし、そうやってこう自分の動きを幅を広げていくことで格闘技も表現の幅広がってきますから、やりたいことをやるっていうために、すごい大事な、動き。まずはそれをしてからまっすぐ上に飛ぶ、高く、速く、それがポーゴなんですよ。それを方向を変えても、じゃあ次前に飛ぶとか、じゃあちょっと横に飛ぶとかってこう進化していくわけじゃないですか、で最終的にはこうサークリングの動きになっていくんですけど、そういうのをこうしつこくやってるんですね。そこに手と足と膝を出しながらスイッチしたりしながらっていうのもあるんで、無限です、パターンは。おそらく今の時代こうだと信じてるものをやってるっていう感じですね。これが2つ目の床でやってるフロアについての説明です。だいたい最後のパートに分けて、これが終わった後はウェイトルームに移動します。 YSA でいうとだいたいラックって言ってスクワットができる、ハイクリーンができる、デッドリフトができるっていうコーナーに移動して、そこからフィジカルが入ってきます。今日やったのはハイプルの測定と、ハイプルっていうのは、大腿部からみぞおちぐらいまで重りを素早く引き上げるっていう動きなんですけど、これは単純に重いものを全身使って素早く上にパーンって上げるんですよ。それも例えばじゃあ60キロをやるとして、60キロここの高さまで上げてくださいとか言われた時に、スッて楽に上げれるのが理想じゃないですか。うわーって頑張ったら次できるのっていう疑問だし、楽に上げちゃえばそれ何回もできるっていう状態ですよね。それを目指します。楽に早く重りをなるべくみぞおちまで上げるっていうのがハイプル。力だけじゃなくて技術もちょっと股関節からちゃんと力もらって上にこう伝えるっていう意味で技術がちょっと必要なんで、すごいパワー発揮と全身の連動性を見るっていうのでちょっといいかもしれないです。でこれも結構加速度センサーをシャフトにつけて結構定期的にスピード測定したりしてますね。でその次にやったのがスクワットジャンプの測定です。これあんまやんないんですけど、スクワットを担いでバーで上げてジャンプして着地、もうこれも加速度センサーつけてるんで、最初ポーゴって何もつけないでやったやつを重り加えたらどれぐらいスピードが落ちるかっていうのをやってます。
いきなりバンバンバンって交互ですっげえ記録出すような子がいたとして、はい、バーン持った瞬間飛べなくなったりしたら、それはシンプルに筋力が足りてないって話になるんですよ。その辺のバランスを交互とスクワットバーを持った時にこうやって違いを出すことで筋力型なのかスピード型なのかっていうのも見れるのかな。で今ちょっと筋力落ちてるなとかが多分見れるんだと思うんです。はい、っていうのを、はい、やりました今日。最後にスプリット、スクワットとデッドリフトっすね。これはシンプルに最後ハムストリング、後ろのももとケツのをメインにしたトレーニングなんですけど、練習後っていうのもあって100何十とかって高重量を担ぐのは危なかったりする日もあるんですね。疲労とかでいつも持ててるけどとか、そういう時は片足にして追い込みかけるとかスプリットにするっていうのもあったり。最終160キロぐらいのあれは結構リニアの中でも重い方なんですか？あれは160持つあんましないですね。しないんですか？はい、頻繁にやるとすっげえ脊柱に来るなダメージっていうのがあるんで、はい、週1から多くて2ぐらいでやってます。はい、こういった内容がだいたいパーソナルでのトレーニングですね。で合間に腕立てジャンプだとかサイドプランクで股関節スイングさせるやつとかやってます。機能系入れながら結構一発のダメージが大きい種目もやったりしたんで、その回復時間、じっとしてんじゃなくてちょっと機能上げる系のことを、でもそんなきつくなりすぎずみたいなことになりますね。この3種目、やる中でそれが生きてくるシチュエーションっていうか、そういうのありますか？あるんすけどすっげえ分かりにくくて、これ自分で後から動画見て俺こういう風に動きたいと思ってたのにこういう動きに近づいてるなとか、その時はやっぱ主観でしかないから分かんないんですけど、特にムーブメントなんかは客観的にこう頑張ってやり続けて、とにかく内側から動く、股関節に乗せるとか細かい運びとかは本当にやってる中で身になってるような気がする練習っていうよりは、ふと気づいた時にちょっとものになってるわみたいな感覚になる練習ですね。フィジカルとかは結構数値で測るから伸びてるねっていうのは分かるんですけど、そうですね、だから分かりにくいからこそちょっと続けるのしんどいんだけど、でも効果出た時めっちゃ嬉しいみたいな良さがあるかな。そうですね、この練習はめっちゃ大事にしてる練習です。はい、っていう感じで、以上3つのパートに分けて今日のパーソナルについて説明しました。分かりやすい格闘技っていう練習ではなかったんですけど、すごい自分が強くなるにはすごい大事な秘密の一つだと思ってて、こういうなんか地味で本当に身になってんのかなって思う時もあるんですけど、それがすごいやっぱここ3年半ぐらい格闘技をやり続けてやっぱ大事だなって何回もターニングポイントで思うことなので、これからも続けていきます。そして動きを磨いていきます。今後の僕の格闘技も楽しみにしててください。面白くない部分の内容とかもあるかもしれないですけど、細かく繊細に作って試合の時は大胆に動くみたいなことを心がけてるので、そういう細かいところも今後は注目していただけたら嬉しいです。こうやってトレーニング動画とかも上げていくので、皆さんチャンネル登録のほどよろしくお願いします。今日の動画ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ジムですね。そこで練習が終わっていつも一緒にいるわけじゃないんですけど、弟が来てるので紹介します。中村剛です。こんにちは。視聴者がどう思うかですね。